皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本の戦国時代において黒人奴隷が多くいたという歴史の捏造が行われ、これが世界へと拡散する危険性が指摘されています。今回の動画では、アサシンクリードシャドウズにおける安家の黒人問題について取り上げていきます。まず最初にこの話題なのですが、地上波のテレビ放送では今のところ私は取り上げているところを見たことがありません。インターネット系の ABEMA-TV だけはこの問題を取り上げていたのですが、残念ながら問題の深刻さについては出演者の中ではほとんど共有されていない様子でした。しかし、かつて従軍慰安婦問題のその発端となった歴史の捏造が、もしかしたら今回再び繰り返されてしまうかもしれない、そうした危険性を私は感じています。まず第一に、この話非常に様々な論点がありますので、私の話を聞いてもそれが全てを網羅しているわけではないことにはご注意ください。興味関心が湧いた方はぜひとも自分で気になったポイントを調べてみてください。まず話の始めとして、安家という黒人についての話をしましょう。時は戦国時代、日本は戦国大名がそれぞれ支配領域で一国一城の主となって他の勢力との戦いを繰り広げている時代でした。この時代において大きく歴史を動かしたのが織田信長でした。当時日本にやってきていた宣教師たちが織田信長と接触し、この時に宣教師と共に黒人の男性がいました。信長はこの男性に非常に興味関心を持ち、そして宣教師からこの黒人男性を召し抱えたと言われています。ただしこの召し抱え方なのですが、あくまでも荷物持ち従者の類ではなかったかという話です。そして本能寺の変をもって南蛮寺に返され、それ以後の消息については不明という非常に細部については不明な人物です。この安家の存在については大河ドラマなどでも登場することが多く、決して誰も知らないといったわけではありません。しかし一般的な認知度としては非常に低いものでしょう。そして歴史的な資料も少ないことから非常に後付けの想像をもってして彼の人生を創作することが可能です。それはあくまでも想像の範囲にしか過ぎず、決して歴史的な事実とは言い難いものです。ところが今回問題となっているのは、自分の妄想や推測といったものを反映した本を歴史的な事実として押し出して、日本の歴史そのものを改変捏造し、これを世界に広げてしまうかもしれないという出来事が現在進行中なのです。この話の取っかかりとしてあるのは、ゲームアサシンクリードシリーズです。主人公は世界各地、また様々な時代における暗殺者を操ることによってゲームを進めていくものなのですが、これまでは主に日本以外の世界を舞台としていました。今回日本が舞台として選ばれ、時代としては戦国時代、そして織田信長に仕えていた安家が主人公となります。黒人男性である安家ともう一人は架空の登場人物であるくのいちが登場します。安家は別に戦でもないのに普段から甲冑を身につけ、街中を闊歩し、そこら中で人を切りまくるといったことをする、あくまでもゲームのキャラクターなわけです。ところが、このゲームそのものの設定について最初の議論が湧き起こりました。アサシンクリードシリーズは私がやったゲームの中では、アサシンクリードオデッセイだけしかやってないので、全てのゲームタイトルについて精通しているわけではありません。しかし、一貫してある程度の歴史的な資料をもとにして、その土地の植生や文化といったものをある程度反映することによって、それっぽさといったものを一応はゲームの中に組み入れているシリーズです。ところが今回日本が舞台となっているにもかかわらず、とても日本の専門家の監視を受けたとは思えないような中国や東南アジアの影響を強く反映するような形での映像作りがされており、果たしてこれはまともに作る気があるのかとかなり心配されるような状態でした。そして先ほども述べたように、安家の扱いについても彼がこの時代に大活躍した侍であるかのように描かれている点も問題視されています。ただ、これはあくまでもゲームです。そのことについて開発している UBI ソフトがそうといえば話は通るのですが、ここで問題なのが、こうした裏付けとなっているところに捏造話が絡んでくることです。ここからがまた複雑な話で、ゲームがゲームで終わらないといったところが炎上する原因となっています。その原因となっている人物、トーマス・ロックリー氏についての話をしましょう。トーマス・ロックリー氏は
日本大学法学部外国語科目の准教授です。この人物が安家の専門家、そして日本の専門家として UBI ソフトにもかなり影響を与えたと見られています。彼が主張する安家像といったものは非常に彼の妄想、空想に基づいたものであり、基本的に歴史的な資料に基づいた主張が行われているとはちょっと思えないものです。例えば、安家がものすごい活躍する伝説的な英雄だといったような形容がなされています。しかし、現実にはそのような記述は残ってはいませんから、あくまでも彼のエンタメ小説的な話としての伝説の英雄に過ぎません。また、彼の創作としての伝説の英雄といったところから派生した形で、地元の名士の間では権威の象徴としてアフリカ人奴隷を使うという流行が始まったようだといったような推測がなされています。そのような自作の小説を創作作品としてではなく、歴史的な事実の記述をしたものだとして売り出し、彼自身が日本の専門家や安家の専門家であるかのように振る舞っています。こちらが日本大学で検索した場合出てくるページです。私が検索した時には随分と味気ない状態になっていましたが、この騒動が起こる前であれば、顔写真やもしくは経歴などについてももうちょっと詳しく載っていたかもしれません。そして、彼の出している本の内容といったものを読めば、彼があくまでも小説を書いているだけであり、歴史について事実を紹介しているわけではないといった点が垣間見えます。彼の出している本、信長と安家、本能寺を生き延びた黒人侍というこの本は、サンプルとしてある程度読むことができるのですが、序盤からずっと一貫してトーマス・ロックリー氏の視点に基づくその時代のきっとこうだったろうという妄想話が延々と続く内容となっています。とてもではありませんが、歴史ノンフィクションなどと名乗れるようなものではありません。創作ですよ、小説ですよ、エンタメですよ。そのような話をすれば、基本的にいろんな改変は別に許されるものです。例えば、戦国武将が全員女の子だったり、もしくは全員男なんだけども、一人一人の武将が1000人、2000人の足軽をぶっ倒せるぐらいのものすごい力を持っていたり、伊達政宗が昔ながらの暴走族のリーダーかのように振る舞うのもいいですし、逆に人間じゃないぞこれみたいな形で完全に化け物化したとしても、それは創作作品ですよとなれば、それはそれで別に問題はないわけです。面白いか面白くないかはというのはそれぞれの作品ごとの話で、歴史には一切関係はありません。ここで問題となっているのは、そうした自分の創作話をこれが歴史の真実だみたいな形で広げようとしていることです。アサシンクリードの中における扱いとしては別にそこまでは言っているわけではありませんが、そのような話を推し進めるような形でこの作品が前に出てきてしまっているのです。UBI ソフトは今回の一件に関して一応謝罪のコメントは出しています。しかし、それはあくまでも安家が侍として扱っているが、この点について大いに議論の余地があることを認め、そのことを我々は反省しなければならないみたいな形で、決してインターネット上で騒がれているような、今回の一件から始まった黒人の奴隷やもしくは黒人の侍が日本にたくさんいたんだみたいな話をみんなが指摘している件に関しては我関せずといった立場をとっています。トーマス・ロックリー氏は安家がものすごい活躍し、それに伴って他の大名たちも黒人奴隷をどんどんと召し抱えるようにしたんだみたいな話をしていたわけで、その点についての言及がUBI ソフトは全くしていなかったわけです。そしてトーマス・ロックリー氏本人としてはこの騒動から逃れるためかどうかはちょっとは分かりませんが、少なくとも現在のこの騒動に対して明確な対応をしていません。しかし明確な対応をしないことがまたこの問題を悪化させています。例えば彼自身の著作もそうですし、彼の著作を読んだ人たちの反応といったものもインターネット上に痕跡として残り、それらを拡散させる手段といったものが現在は存在します。それは生成 AI です。現在生成 AI は様々な情報を吸収し、それを元にして様々な反応をするのですが、トーマス・ロックリー氏の歴史捏造部分についてもこれを飲み込んで戦国時代についての描写をしてしまうようなのです。そしてこれを真に受けた人たちというのがいれば、当然のように次の反応へとつながってきます。なんだ日本にも戦国時代黒人奴隷がたくさんいたのか、日本人は黒人を奴隷にしたのかといった具合の話です。さらにこの話はちょっと時間を遡る形でもっと前から静かに影響が広がっていたという話があります。それが別の映像作品、
将軍というアメリカで制作された日本を舞台とした映像作品です。将軍という映像作品は戦国時代末期、関ヶ原の合戦を舞台とした現実にいた人物たちをモチーフにした配役を行い、架空のストーリーが展開されるエンタメ作品です。その作品には歴史上にも実在したウィリアム・アダムス、後の三浦按針も登場します。しかし、この作品はあくまでもエンタメなので、三浦按針という名もではなければ、ウィリアム・アダムスという名前も出ません。この作品はあくまでも創作小説の映像化であって、決してこれが事実だみたいな主張は行っていないわけです。ところがこの映像作品に対して、なんで黒人が出ていないんだというような批判が行われました。これはあくまでもインターネット上の一部の話ではあるものの、なぜそのような批判が出てきたかといったところに、トーマス・ロックリー氏の影響がすでに出ていたのではないかと言われているわけです。関ヶ原の戦いその周辺時期において、日本に黒人奴隷やもしくは黒人の侍が大量にいたなんていう話は一切存在しません。ですから、批判そのものがかなり的外れなわけです。しかし、時空を超えてこのような話が出てきた背景として、トーマス・ロックリー氏の話がじわじわと広がっていたとすれば、それはかなり有害なサインです。そして再び現在に戻ってそのような、この当時大量に日本で黒人奴隷がいたなんていう話は全くないんだというような否定をすると、今度はこれに疑問を投げかけたのがデイビッド・アトキンソン氏です。否定の言葉に対して、それが本当に間違っているというのであれば、何か証拠はあるのかといった具合にして、存在しなかったものを存在しなかったという証明をしなさいという悪魔の証明を強いる話をし始めたのです。これがまた火に油を注ぐような話で、多くの人たちがそんな悪魔の証明できるわけがないだろうといった形で話を展開していくと、日本人の人権感覚はおかしいみたいな逆ギレなんかをし始めて、それがまたおかしな展開へとつながってきたわけです。このように様々な枝葉の部分での議論といったものも発生しますし、そして現在でもなおトーマス・ロックリー氏による黒人男性安家に対する神格化を図るような、そして歴史を捏造しこれを主張するような動きについても決して終わったわけではありません。この話が一見して沈静化したかというふうに見ていたとしても、もしかしたら5年10年と続けば、信じた人たちの中から日本は黒人奴隷を大量に使った国であり、日本は多くのアフリカ国家に対する賠償責任があるみたいな話へと飛躍するかもしれません。だからこそおかしなことはおかしなことだと言わなければならないわけです。しかしここにもまた一つの問題があって、こうした黒人の人権についての話になると、これ自体を批判することがいわば人種差別だみたいな形で、また別の形での議論が巻き起ころうとしているのです。もうちょっと複雑すぎるぞといった話になってきたわけですが、大事なポイントとしては、歴史的な事実として日本において黒人奴隷が大量に大名たちによって買い漁られたなんていうそんな話はありませんし、また奴隷ではなくて黒人の侍が大量にいたなんていう話も同様にしてありません。時の権力者である織田信長が初めて見た黒人男性が安家だったというのですから、その当時の日本において黒人が大量にいたなどといったことはありませんし、またその後の日本の歴史上から言っても、日本人を奴隷として海外に輸出していた、そうしたヨーロッパ人たちを追放する運動を豊臣秀吉がしたという事実は、これは見逃してはいけません。日本の中における人身売買といったものは確かに存在しましたが、それは決して政策的に行われていたものではありません。貧しさから人を売り買いするといった残酷な時代もありましたし、また戦乱期における戦利品として人狩りが行われたといったこともあります。それは決して欧米で行われたような奴隷貿易のような形にはなってはいなかったのです。欧米で日本でも奴隷貿易があったはずだという考えをしている人たちがいるのは、自分たちがしていたから、日本においてもそのような組織的国家的にビジネスとしての奴隷貿易が認められていたんだろうという完全な思い違いや、そうであってほしいという願望が刷り込まれているように私には思います。皆さんはこの問題どう思われたでしょうか。ちょっと複雑な話で話もあちこち飛んだので分かりづらい部分は多かったかとは思いますが、興味をお持ちになられた方はぜひとも関連のニュースなどをご覧ください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。また情報の整理整頓に役立ったなと思われる方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。